どうもさっさんです。今回はですね Windows PC の初期セットアップから実際にゲームができるようになるまでの手順っていうのをね解説していきたいなと思います。今まで動画の中で自作 PC、組んだりとか、あとはゲーミングノート PC だったり BTOPC の紹介やってきたんですけども、その初期セットアップとかっていうのは一切お見せしたことがなくてですね、ずっと省略していたので、内容的には初心者さん向けになるかと思うんですけども、その最初の設定だったりとか、あとはどんなソフトをインストールしてどういう風に設定すればいいよみたいな部分をですねちょっとお見せしていきたいなと思います。で実は今目の前にあるこの大きな箱の中には新品のゲーミング PC が入ってます。 PTO メーカーのストームさんからねお送りいただきまして、この PC の詳しい紹介っていうのは別な動画でやろうと思ってるんですけども、とりあえずねこの箱から開封するところからねちょっと見ていただきたいなと思います。はい、じゃあ早速開封していきます。よいしょ。はい、今ねこの箱を開けたばっかりなんですけども、その中に保証書が入ってました。メーカーにもよるかもしれないんですけど、保証書ね、ストームさんの場合は取っておいてくださいって書いてるので、これ捨てないようにね、気をつけましょう。そして PC を箱から取り出す時の話、これもね製品によって違うとは思いますが、かなりねゲーミング PC って大きいし重いので、こう無理やりやってねバーンってパソコン下に落としちゃったりしないように、かなりね気をつけて、やっていただきたいなと思います。今はですねこう上から取り出すっていうのが、できなくはないんでしょうけど、ちょっとでかくて厳しいので、この箱をこうやって立ててね、引きずるようにして出したいと思います。この時もねパソコン倒れないように、ちゃんとね気をつけてやっていただけたらなと思います。はい、ということで箱から出したんですけども、この時にですね周りぐるっと見てパソコン本体に傷がないかとか、壊れてるとこないかとかっていうのは一応確認しておいた方がいいと思いますね。ざっと見たところ大丈夫そうではあるんですけど、万が一ということも、あるのでね、使い始めて少し時間が経過してから気づいたりするとちょっとね、面倒だと思うので、これはね最初に確認しておくのが、いいんじゃないかなと思います。というかね、このストームさんから送ってもらったこの PC、6月末に発売された、新しいモデルなんですけども、パッと見ね全然 BTO っぽくない、めっちゃかっこいいデザイン、すごいおしゃれですね。このケースの角、この部分には金属のフレームみたいなのがないんですよ。以前ですね NZXT の最新のケース紹介したことあるんですけど、それとねかなり似てますね。見た目かなりいい感じで、外観のチェックが終わったらですね、必要な付属品を取り出します。この中に電源ケーブルが入ってると思うので、はい、こちらですね、このぶっといケーブルが電源を入れるときに必要になるので、これを用意してください。でそれ以外にもね、いろいろ付属品っていうのはあるんですけども、例えば電源に付属してこういったケーブルとか、後からね自分でパーツを追加するときに必要になったりするので、この袋のままね意識取っておくといいんじゃないかと思います。でさっき取り出したこの電源ケーブルなんですけども、これはね PC 背面のこの部分ですね、ここに端子があるので、差し込むと。で反対側、このプラグの方はもちろんコンセントに差し込むんですけど、これを挿して、起動スイッチを押すだけでは電源入らなくてですね、その前にこのプラグの横にある電源ユニットのスイッチっていうのをオンにする必要あるんですよ。今ね送られてきた状態でもうオンになってました。この縦棒の方が電源オンです。で丸い印が電源オフなんですけども、今ね電源オンになってたので、このプラグ差し込むだけで、あとパソコンの起動スイッチを押せば電源入るんですけども、こうね電源オフの状態になっていて、プラグ挿して電源入んないっていう人はですね、これ確認してください。かなり初心者向けの内容なんですけど、今回はねマジでこんな感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあいよいよデスクにパソコンを設置しましたので、電源入れて初期セットアップしていきたいんですが、このパソコンを操作するためにはもちろんキーボードとマウス、そしてパソコンの画面を映し出すモニターというのも必要になります。今回ねストームさんからパソコンしか送ってもらってないので、キーボードとかマウス、モニターっていうのは、僕がねもともと持ってたやつを使います。なので皆さんもですね、パソコンを買う方はそれらも一緒にね用意するようにしてください。でそれとですね、このパソコンの映像をモニターに移す際に、ケーブルが必要になります。
これはねディスプレイポートケーブルっていうものなんですけども、モニターを買うとですねこのディスプレイポートと HDMI ケーブル両方ついてくる場合あるんですよ。逆にどっちかしかついてないという場合もあるんですけども、このディスプレイポートケーブルの方が基本的には HDMI よりもスペックが高いので、どっちもねついてきたっていう方はこのディスプレイポートの方でモニターに接続するといいと思います。でこのディスプレイポートケーブルを差し込む場所について、実はねこの PC の背面にディスプレイポートを差し込む箇所がね、何個かついてるんですよ。まずはこの上のところに今カバーついてるんですけども HDMI とディスプレイポートって書いてます。で下のところにもね HDMI が1つと、ディスプレイポート、3つかな、ついてます。でこういったゲーミング PC の場合は上ではなくて、下にね必ず差し込むようにしてください。なんでかっていうとゲーミング PC にはグラフィックボードっていうパーツが組み込まれていて、そのグラフィックボードっていうのはゲームとかの映像を専門に処理してくれるパーツなんですよ。で下の方についてある端子っていうのはグラフィックボードの背面についてるんですね。これ横から見ると分かるんですけど下の方はグラフィックボードの背面にある端子になってます。もし間違えて上の方にケーブル挿しちゃうと、せっかくねこの映像を専門的に処理してくれるパーツがついてるのに、このパーツの性能っていうのを一切受けることができなくなってしまうんですよ。このグラフィックボードを全く使ってない状態になるってことですね。なので、下のねグラフィックボードの背面に挿すようにしてください。でディスプレイポートの端子ね今3つついてるんですけど、これはね別にどこでもいいんじゃないかと思いますね。であとマウスとキーボードの接続、どのね USB に接続すればいいかってことなんですけど、これはねどこに挿しても、反応します。色がね今黒い USB と青い USB と赤い USB、3種類ありまして、この色ごとにね、規格が違うんですよね。これマザーボードの製品によってちょっと違うみたいなので、詳しくはねマザーボードの説明書とか確認していただければいいんですが、この PC の場合は、黒い USB が USB2.0 で青がUSB3.2 の Gen1 で赤が USB3.2 の Gen2、 要するに赤が一番スペック高いです。で、黒がね、USB2.0 なので一番スペック低いんですけども、マウスとかキーボードはね別に USB2.0 でも、全然問題なく動きます。USB3.0 以上じゃないと動かないような、オーディオインターフェースであったりとか、外付けの SSD とかね、そういったものもあるので、それを使うときはね、こっち側に挿してあげてもいいと思いますし、でパソコンのねこの背面だけじゃなくて、フロント側とかにもね USB 端子、ついてますけども、マウスとかキーボードっていうのは基本的にね、一回差し込んだらなかなか取り外さないので、背面にね挿した方が見た目もすっきりするしおすすめですね。パソコンのフロントには、頻繁に取り外すような、USB メモリとか、そういったストレージ関連であったりとか、背面の USB 足りない時とかにね、使うのがいいんじゃないかなと思います。ということで今回は、マウスとキーボードはねこの一番上に差し込みます。はい。あとさっきのねこのディスプレイポートの反対側はモニターにね接続してくださいね。はい、ここまでねもうすでに結構長かったと思いますが、いよいよね電源入れます。はい。ディスプレイポートのケーブルはねもうモニターに接続してありますね。はい、ということでね、パソコンの画面ついたんですけど、なんか問題発生しましたね、書いてる。とりあえずスキップするか。ここまでね、結構時間かかります。今ね、この画面表示されるまでも1分ぐらい時間かかったので、なかなかね、画面つかないなと思っても、ちょっと焦らずね、お待ちいただけたらなと思います。じゃあ、まずはこの PC を使うの誰ですか？さっさん。で、次、パスワードの設定なんですけど、スマホのパスワードみたいなやつですね。とりあえず1234でいいか。で、この辺のセキュリティ関連の質問っていうのも、適当にね、設定してください。はい、入力終わったら次へ。結構ね、初期セットアップって待ち時間が長いんですけど、焦らずにね、ちょっとスマホでもいじりながら待つのがいいかなと思います。はい、で次がデバイスのプライバシー選択。この辺はですね、同意でいいかなと思います。ということで、パソコンのデスクトップ画面表示されました。僕はですね BTO よりも自作でね、パソコン組む方が多いんですけど、その時にね最初の起動でマイクロソフトアカウントにログインしてくださいとかそういった画面も出てくるんですけども、今回出なかったんですが、出てきた場合はですねマイクロソフトアカウントを作って、パスワードとか入力するとちゃんとねデスクトップ画面に進むことできます。
でさっきねちょっと説明するの忘れたんですけども、このねストームの BTOPC には、無線機能っていうのがついてないんですよ。で有線 LAN ケーブル挿すところをねちょっとお見せするの忘れたんですけど、有線 LAN ケーブル差し込むとですね、ネットに接続することできます。で今ね LAN ケーブル差し込んだところ、このね MSI のドライバーユーティリティインストーラーというのが出てきました。これをインストールするとですね MSI っていうメーカーの、パーツのねドライバーをインストールすることできるので、これはね、インストールした方がいいかなと思います。この辺ですね、最初にチェック入ってるとこだけで大丈夫かな。とりあえずこれでインストールします。で今ねダウンロードを進めてはいるんですけど、意外と時間かかりそうなので、その間にねできることを進めたいと思います。今回あくまでねサッさん流の、セットアップ方法ですからね、正直僕はね結構最低限で、余分なソフトとかは入れずに使いたいタイプなので、その辺ねちょっとご了承いただけたらなと思います。じゃあまずねこの辺の、設定、画面下の設定からねちょっといじりたいんですが、この検索ボックスとかデスクトップの切り替え、ウィジェットとか書いてるんですけど、この辺ね僕はいらないと思ってるので、これまず消します。やり方なんですけども、左下のスタートアイコンで右クリックで、設定ですね。するとこういう画面が立ち上がったので、左側の個人用設定を開いてですね、その中にあるタスクバー、これをクリックして、まず検索オフ、タスクビューオフ、ウィジェットオフ、チャットオフということで、さっき僕がいらないって言ったやつ全部オフにしたところ、タスクバーがねかなりすっきりしたんじゃないかなと思います。で今オフにしたところのすぐ上に Windows のライセンス認証を行う必要があります。ライセンス認証今すぐ実行ってあるので、これもねついでにやっちゃいましょう。プロダクトキーをね入力する必要があるんですけども、このプロダクトキーどこに書いてるのかというと、今回使ってる PC はですね、本体を正面に見た時の右側面の上の方にね、ライセンスキーが書いてあるシールが貼ってあります。それをねコインとかで軽く削るとプロダクトキーが出てくるので、それをね入力してください。はい、これでねちゃんと認証されましたね。で、そうこうしてるうちにね、さっきの MSI のドライバーっていうのがインストールされました。再起動してくださいって書いてあるんですけども、これはねちょっと後回しにしても大丈夫だと思うので、ちょっとどんどんねやることを進めていきたいと思います。まずですね、これインターネットのブラウザなんですけども、 Windows にデフォルトで入ってるのは今立ち上げた Microsoft Edge っていうやつなんですよ。別にねこのまま使ってもいいんですけど、僕はですね、Google Chrome 派なのでちょっと Chrome ダウンロードします。はい、ということでね、Chrome ダウンロードしました。インストールしちゃいます。なんかね Chrome の方が使いやすいんですよね。Microsoft Edge で慣れてるって人はね別にこのままでもいいかなとは思いますね。で僕はですね Google Chrome デフォルトのブラウザにしたいので、この左上のデフォルトとして設定、クリックしてこの Google Chrome のところを開いてですね、この Microsoft Edge になっているところちょっとめんどくさいんですけども、全部ね Google Chrome に変えてます。これ、ね、一気に変わってほしいんですけどね。はい、OK ですね。で、これをね、別にやってもやらなくてもどっちでもいいんですけど、僕はですね、この Chrome タスクバーに固定しておきたいので、Chrome のね、今立ち上がってるこのアイコンで右クリックして、タスクバーにピン止め。こうやってやっておけば、Google をね、一回、閉じちゃっても、ここにね、ずっとアイコンがあるので、クリックするだけでね、簡単に立ち上げられるようになります。で、Microsoft Edge はもういらないので、タスクバー外すと。で次はですね Windows アップデートについて、これもね時間かかるのでちょっとやっておきたいんですけども、Windows のアイコンで右クリック設定で Windows アップデートをクリックするとですね、こんな画面になりますので、今すぐダウンロード。これ中にはね Windows アップデートをダウンロードしない人もいるみたいです。アップデートすることによってね今正常に動いてるのになんかバグがね起きたりとか、そういった可能性もなくはないので、インストールしない方もいるみたいではあるんですけど、僕はねインストールする派ですね。でこのねダウンロードも結構時間かかるので、その間にね、Chrome 立ち上げて必要なものを、インストールしたいと思います。例えばゲームやるなら Steam とか、はい、今 Steam のページ開いたんですけど、このね、上のところに Steam をインストールっていうのがあるので、インストール、はい、でダウンロードしたソフトを起動すると。
で今ね、スティールシリーズのキーボードを PC に接続してるので、こう勝手にね、スティールシリーズの専用ソフトをインストールしましょうみたいなのが出てきたので、これもね、インストールしちゃった方がいいと思います。使ってるね、ゲーミングデバイスの専用ソフトをパソコンに入れておけば、そのソフトからね、設定変えられるので、インストールするようにしましょう。はい、ということで、スティールシリーズの専用ソフト、インストール完了しました。今回ね、このキーボードの設定はね、ちょっと割愛したいと思います。で、Steam のね、インストールも終わったので、自分のアカウントでログインします。持ってない方は、アカウント作ってください。はい、Steam へのログインが完了しました。で、ゲーム全然持ってない方は、このストアでね、やりたいゲームとかを探してもいいですし、僕の場合はね、もうライブラリにゲームが、追加されているので、必要なね、ゲームをこのパソコンにもインストールするという感じですね。じゃあちょっと一回 Steam も閉じておいて、この次にですね、グラボの、ドライバーをね、インストールするためのソフト、GeForce Experience というものをね、インストールします。これ NVIDIA のサイトからダウンロードすることができるので、ブラウザで検索してください。ちなみにですね、AMD のグラボを使っている方は AMD のね、ソフトをインストールしてくださいね。で、あとは僕の場合はですね、画面録画の OBS っていうソフトも使っているので、OBS も、ダウンロードします。ちょっとダウンロードの時間かかりますね。じゃあちょっとディスプレイの設定をね、確認しておきたいと思います。このデスクトップ画面で、右クリックして、ディスプレイ設定で、下の方に行くとディスプレイの詳細設定っていうのがあるので、そこをクリックしてその中のまた下の方にリフレッシュレートの選択っていうのがあります。今使ってるモニターはですね、これリフレッシュレート280まで対応してるんですよ。ただデフォルトだとこれ 59.95 になってました。このままね、設定を変えないと、せっかくいいモニターを使っていても、そのモニターの性能をフルで発揮できない可能性が非常に高いので、これはですね、手動で設定を、一番高い数値に変更してあげてください。これでね、ヌルヌルでゲームが楽しめるようになりました。で、あとはマウスの設定もね、ちょっと変えておきましょうか。マウスの設定を右クリック、個人用設定、Bluetooth とデバイス、マウスの追加設定を開いて、このマウスのプロパティの中にあるポインターオプションというタブを開いて、ポインターの精度を高めるっていうところのチェックを外します。ここにチェックが入ったままだと、マウスを動かす速度によってこのマウスカーソルの移動する距離がね、変わってしまうんですよ。これを外すとですね、速度によってマウスカーソルが動く距離変わるっていうことはなくなります。これ外した方がね、操作しやすいし、ゲーム中にマウスカーソルを動かすことよくあると思うんですけど、操作しやすくなるので基本的にはね、チェック外した方がいいと思います。で、あと今回はですね、ロジクールのマウスを使っているので、その設定に必要な G-Hub っていうね、ソフトもインストールしておきます。今回ロジクールなんですけど、レーザーのマウスであればレーザーのソフトとか、それ以外のメーカーであればそれ以外のソフトね、インストールするようにしてください。はい、ロジクールの G-Hub インストール終わりました。さっきね、キーボードの設定は割愛したんですけど、ちょっとマウスの設定はね、一応確認しておきたいと思います。この辺のね、チュートリアルみたいなのをちょっと、飛ばしますね。はい、G502X プラスの、これがね、設定画面なんですけども、一番上、感度、TPI の設定ですね。この数値が高ければ高いほど、マウスを少し動かしただけで、このカーソルがね、たくさん動きます。ゲームとかでも、視点移動、マウスをちょっと振っただけで、FPS とかの視点がね、早くたくさん動くっていうことになります。基本的にはね、これ DPI800 固定がね、一番使いやすいのかなと思います。何か別でね、理由があるのであれば、もっと高くするとか、下げたりっていうのでもいいんですけど、基本的には800で使ってる人が、多いのかなと思いますね。はい。で、ボタンの割り当てについて、ボタン数が少ないマウスであれば基本的にね、設定を変更するっていう方はあんまりいないのかなと思います。ただ G502 シリーズに関してはボタン数多いので、この DPI アップとか DPI ダウンっていうのは、キーボードのキーにね、割り当てを変えてあげて、ゲーム内で活用するとかっていう風にしてもいいのかなと思います。その辺は完全に好みですね。で、さっきね、Google Chrome の時もやったんですけども、こういう Steam とか G-Hub とかよく使うソフトに関しては、このタスクバー固定してあげるとね、いいのかなと思います。で、そうこうしてるうちに、GeForce Experience、ダウンロード終わったので、これ開きますね。まず規約同意。はい、NVIDIA のアカウントでね、ログインしてくださいという画面が出てきました。僕はいつもね、Google アカウントで、ログインしてます。これね、自分が持ってるアカウント何でもいいと思います。
はい、ログインが完了しましたね。で、チュートリアルっていうのがあるんですけど、とりあえず今回スキップで、まずやることが、ドライバーのダウンロードですね。このドライバーを入れることによって、グラフィックボードの性能をね、フルで発揮することできるようになるので、これはね、必ず、やっておきましょう。ダウンロードします。で、あと右上のね、歯車マークからちょっと設定を開いてですね、僕の場合はこのゲーム内のオーバーレイ、この機能を使うとですね、ゲーム画面を録画したりとか、できるようになるんですけど、僕の場合はこれオフにしてます。これ使っても全然いいと思います。この機能を使うと、今いいプレイができたっていう時に、その画面を遡って保存することできるんですが、逆に言うと常にね、こうゲーム画面を録画した状態が続いているってことなので、そっちにね、パフォーマンス割かれてしまうんですよ。別に気にしないっていう方であればいいんですけど、ちょっとでもフレームレート上げたいとか、ゲーム内のパフォーマンス優先したいっていう方はオフでもいいのかなと思います。はい、ドライバーのダウンロード終わりました。エクスプレスインストールとカスタムインストールっていうのがあるんですけど、僕はね、こっちのエクスプレスインストール、ばっかりですね。カスタムインストール1回も多分したことないと思います。はい、グラボのドライバーインストール完了ですね。で、次なんですけども、この GeForce Experience をインストールしたら変更できる設定っていうのがありまして、それがこのデスクトップ画面で右クリック、その他のオプション、で、NVIDIA コントロールパネル。これね、さっきの GeForce Experience インストールしないと、確か出てこないはずです。はい、立ち上がりました。で、この画面で変更するのが、3D 設定の管理。で、グローバル設定の、下の方にね、進んでいくと、電源管理モードっていうのがあるので、まずこれをパフォーマンス最大化を優先。で、次が垂直同期、3D アプリケーション設定を使用するってなってるんですけど、これはね、オフでいいと思います。垂直同期を使うとですね、ちょっと遅延が出るって言われてるんですよ。本当にちょっとだと思うんですけども、パフォーマンスにこだわるって方はオフでいいと思います。で、3つ目、低遅延モードですね。これもデフォルトだとオフなので、オンもしくはウルトラにして使うとね、一番遅延が少ない状態で、使うことできます。で、適用ですね。あとさっきこのスティールシリーズのキーボードの設定は割愛するって言ったんですけど、Windows 側の設定で変えた方がいい項目っていうのがあって、そのやり方もちょっと解説します。デスクトップ画面で右クリック、個人用設定、で、アクセシビリティ、開いてください。で、そしたら下の方にね、キーボードっていうのがあるので、それをクリックして、固定キー機能、これオフになってるな。デフォルトもオフになってるのかな。これオンになってたらオフにした方がいいと思います。で、ここを開くとですね、固定キー機能用のキーボードショートカットっていうのがありまして、これもですね、オフにした方がいいです。これオンのままだと、ゲーム中にね、シフトボタン連打するとなんか変なウィンドウ立ち上がったりするので、こうゲーム中にそのせいで負けたりするんですよ。これもね、絶対オフにした方がいいです。それとさっきね、ソフト入れてる時にダウンロードするの1個忘れてたんですけども、Discord、基本的にオンラインゲームプレイする時、みんなこの Discord でね、ボイスチャットするので、これもね、必須のソフトの一つですね。はい、ログインできました。あとね、このデスクトップ画面、MSI のドライバー入れた時にね、勝手に MSI の画面になったんですけど、これもね、変更することできますからね。デスクトップ画面右クリックの、個人用設定かな。この個人用設定の中にある背景、MSI のやつが選択されているんですけども、Windows 11の純正はこの画面ですね。とりあえず戻しとくか。今更なんですけど。こんな感じで変更できるので、例えばネットで落とした画像を使ってね、この背景に設定してあげるということも、ここからできます。こんな感じで一通り必要な設定も済んだし、ソフトも入れ終わったので、一回ね、再起動しておきたいと思います。Windows アップデートの再起動とか、MSI のね、ドライバー入れてからの再起動っていうのはやってなかったので、この Windows アイコンで右クリックして、更新して再起動。はい、ちょっと待ちます。はい、ということでね、再起動終わりました。もうこれでね、ゲームできるので、今回は Steam のゲームしか入れてないんですけども、やりたいゲームをね、どんどんインストールして遊んでいただけたらなと思います。はい、ということで今回は Windows のゲーミング PC 初期セットアップからゲームを始めるまでの手順解説でございました。あくまで僕のやり方ではあるんですけども、初心者の方、やり方どういう風にすればいいかわからない方、少しでも参考になれば幸いでございます。今回ね、解説に使った STORM さんの PC は動画の概要欄にリンク載せておきますので、興味ある方、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。